月夜の名作劇場。今夜のお話は、宮沢賢治、注文の多い料理店です。深い山の中に、一軒の料理店がありました。そこは、どこか親切で、どこかおかしな料理店でした。ある日、二人の若い紳士が、山奥へ狩りに出かけました。二人は立派な服を着て、ピカピカ光る鉄砲を担ぎ、大きな犬を2匹連れていました。けれど、山はひどく静かでした。鳥の声も、獣の気配も、どこにもありません。二人は、その静けさを怖がるどころか、つまらなそうにしていました。山は、思ったよりも深い場所でした。案内をしていた男もいつの間にか姿を消していました。二人は来た道を思い出そうとしました。けれど木はどれも同じに見え、道は落ち葉に隠れていました。その上、連れていた犬たちまで山の気配に怯えたように力なく倒れてしまったのです。二人は倒れた犬を見下ろしました。けれど深く悲しむ様子はありません。一人は犬を見て言いました。大きな損だな。もう一人もそれにうなずきました。山の中には風の音だけが残っていました。日が落ちて山はますます暗くなりました。二人はお腹を空かせ、寒さに肩をすくめました。戻る道は分かりません。その時です。霧の向こうに小さな明かりが見えました。二人は思わず足を止めました。近づいてみると、そこには一軒の西洋料理店がありました。山奥にあるとは思えない立派な建物です。入り口の上には古びた看板がありました。山猫軒。二人はほっとしました。ここなら何か食べられる。そう思って二人は入り口へ向かいました。入り口の扉にはお客を迎えるような言葉がありました。どうぞお入りください。遠慮はいりません。二人は顔を見合わせ、安心したように笑いました。なんて親切な店だ。そう言って扉を開けました。中へ入るとまた扉がありました。その扉にも注文が書かれていました。髪を整えてください。靴の泥を落としてください。金物を外してください。二人は少し不思議に思いました。けれど料理店には料理店の決まりがあるのだろう。そう考えて言われるままにしました。次の部屋には小さなテーブルがありました。その上には香水の瓶と白いクリームの入った器が置かれています。扉の札には体に香りをつけ、顔や手にクリームを塗るようにとありました。二人はさすがに気味が悪くなりました。けれどお腹は空いています。ここまで来たのだからもう少しだけ。二人はまた言われた通りにしました。さらに奥へ進むと二人の足は少しずつ重くなりました。扉を開けるたびに部屋は静かになります。人の声も食器の音も何も聞こえません。ただどこか奥の方で何かが待っている気配だけがしました。そして次の扉、
そこには2人を凍りつかせるような注文がありました。体に塩をよくすり込んでください。その瞬間、2人はようやく気づきました。これは客への注文ではありません。料理されるものへの下ごしらえだったのです。奥の方から声が聞こえました。もうすぐだ。もうよく仕上がった。2人は震えました。扉の向こうにいるものは人間ではない。そう感じたのです。2人は慌てて戻ろうとしました。けれど通ってきたはずの扉は見つかりません。右を見ても左を見ても同じような扉ばかりです。料理店の中はいつの間にか迷路のようになっていました。2人の顔から血の気が引いていきます。その時、外で倒れたはずの犬たちがものすごい勢いで飛び込んできました。犬たちは奥の扉へ向かって吠えかかります。次の瞬間、料理店の気配が音を立てて崩れていきました。気がつくと2人は森の中に立っていました。料理店はどこにもありません。さっきまでの明かりも扉も長い廊下もすべて消えていました。そこへいなくなっていた案内人が遠くから戻ってきました。2人は助かったのです。けれど2人の顔は前のようには戻りませんでした。恐ろしさでしわくちゃになったまま元には戻らなかったのです。山の中にはまた静けさだけが残りました。そして山の中には何事もなかったように静けさだけが戻っていました。